上司。それは所属する組織において自身より役職が上位の人間を指します。誰もが社会に出れば持つことになる上司ですが、当然ガンダムの世界にも上司の概念は存在します。そして命のやり取りをする戦場においては、上司の能力が戦局と自身の命運を左右すると言っても過言ではありません。そのためブライトノアのように誰からも認められる、命を懸けられる有能な上司の下に配属されたのならいいのですが、無能であったり倫理観がおかしい人物が上司になってしまった日にはまず命はないでしょう。そこで今回は配属先を決める際に参考になる、この上司の下では働きたくないと思えるキャラクターたちを見ていきたいと思います。なお今回紹介するキャラは以前実施した上司に関するアンケートから選出させていただきました。皆様たくさんのご回答ありがとうございました。それでは始めましょう。1、メッチャームチャ。メッチャーはガンダムダブルゼータに登場したエウーゴの技術士官です。アナハイムからエウーゴへと天下りした人物で、実はガンダムチームの名付け親でもあります。そんなメッチャーですが、彼の性格は小心者で日和見主義となっています。当初はグリプス戦役で組織が疲弊していたため、軍人ではなくただの民間の少年だった児童たちが主体となって戦うアーガマを頼り、無理難題を押し付けていたくせに、戦力が回復してきてからは厄介払いと言わんばかりにネールアーガマから下船させようとするなど、自身の都合で部下を好き勝手振り回す傲慢な性格をしています。一方で天下りした技術士官らしく小心者で、ネオジオンに囚われた際には拷問を受けることを恐れすんなり口を割っていました。児童たちもメッチャーを非常に毛嫌いしており、第一次ネオジオン抗争終結時には淡々と戦後処理を行ったことから怒りをぶつけるも、ブライトが代わりに殴られることで事なきを得ていました。このように部下を都合よく扱う上に、自己保身のために部下が不利になるような情報を話してしまう小心者という点から上司にしたくないキャラとして挙げられています。ただ一方で自分にとって都合がいいか悪いかが行動原理となっているので、上司にしたら逆に扱いやすいという声も見られました。確かにメッチャーにとってのメリットを提示できれば素直に行動してくれそうなので、うまくおだてて動かすのがいいのかもしれません。2、イーサン・ライヤー。続いて機動戦士ガンダム第 08MS 小隊からイーサン・ライヤーです。イーサンはアニメ版では地球連邦軍の大佐で、独立機械化連隊の連隊長となります。イーサンの特徴としては、手柄のためなら部下の命を軽んじる点にあります。作中では遊軍モビルスーツをわざと穴が張っている場所へ突入させ、核融合炉誘爆で敵へダメージを与えようとしたり、アイナの休戦呼びかけに応じたふりをしつつジムスナイパーで狙撃させようとするなど、勝つためなら手段を選ばない非情な軍人として描かれています。しかもイーサンが手段を選ばない作戦を展開する理由は、戦争の終結を望んでいるといった高尚な理由ではなく、手柄を挙げてジャブローへ栄転したい、レビルに笑われたくないという市場にとらわれている姿が伺えます。そのためバスクほどではないけど同じ匂いがする、自分のプライドと出世しか頭にないと非常に厳しい意見が多く見られました。作中でも手段を問わない非道な作戦ばかり展開したせいで、部下である小島大隊長から離反されるなど全く信頼を得られていないのが伺えます。ただ上司にしたくないクズキャラとして名を挙げられる一方で、アプサラスの攻撃から逃げられないと悟り死を受け入れた潔い最後だけはファンから名シーンとして高く評価されていました。3、バスクオム。バスクは主に機動戦士ゼータガンダムで登場したティターンズの総司令官で、実動部隊の全指揮を任されていました。バスクが最も煙たがられる理由は、圧倒的パワハラ体質と支援に組織を巻き込む点でしょう。バスクは一年戦争時にジオンの捕虜となり、拷問の末に視力障害を負ってしまったという過去があるため、これがバスクのスペースノイドに対する強烈な憎悪へとつながっています。ティターンズで権力を手に入れてからは非人道的な作戦を次々と展開し、コロニー内へ毒ガスを注入して住民を虐殺した30番地事件や、サイド2に対するコロニーレーザー攻撃などを行っています。これらの非人道的な作戦に疑問を持つ部下も少なからずいますが、
少しでもバスクに逆らえば鉄拳制裁が待っていて、圧倒的なパワハラ体質に萎縮し、バスクを諌めようとする者はほぼいません。さらに、0083スターダストメモリーでは、コロニー落下の阻止に失敗した後、ほぼ支援でソーラシステム2を発射して、友軍もろともデラーズフリートに攻撃を行うなど、バスクのスペースノイドに対する恨みは、味方にすら牙を剥きます。こうした強行の数々から、バスクの下に配属されたくないと語る方は多く、そもそも感情に身を任せて自軍を巻き込むような攻撃を行う奴は論外という声も見られました。ちなみに、ティサーンズには、他にも、部下を自身の好き嫌いで命の危険にさらすジャマイカンや、スペースノイドに対して強烈な恨みを持ったジャミトフなど、直属の部下になりたくない上司がひしめいています。ティサーンズは、今でいうところのブラック企業の極みなのかもしれません。4. ムルタ・アズラエル。アズラエル理事は、機動戦士ガンダムシードに登場したキャラクターです。反コーディネーターを掲げるブルーコスモスの名手でありながら、デトロイトに本拠を構える軍需産業を経営する敏腕ビジネスマンでもあります。アズラエルを上司にすると危険な理由は、コーディネーターに対する強すぎる敵対意識と執着心にあります。アズラエルは、幼少期にコーディネーターに屈辱を味わわされ続けた経験から、コーディネーターへのコンプレックスが強く、いつしか力で叶わない相手は鎖で繋いでおくか対峙しなければいけないという思想に取り憑かれていきます。普段はクールな振る舞いで隠していますが、窮地に追い込まれたり、想定外の事態に陥ると、感情的な言動が増え、味方にも容赦なく銃を向けるようになります。また、大量破壊兵器ジェネシスの威力を目の当たりにした際には、満身創痍の運を集結させて、ジェネシスの破壊を優先させるなど、まさに、兵の死を数字でしか知らないような場面も見られました。ただ、このように負の側面を持つ人物ではあるものの、アズラエルの判断は、決して間違ってはおらず、ジェネシスを放置すれば、地球は危機に陥るのは確実だったと、むしろ、アズラエルの行動を肯定する意見もあります。また、上司にしたくないという声がある一方で、逆に、アズラエルを上司にしたいという意見も多く見られる人物でもあります。例えば、フリーダムやジャスティスが核動力を利用しているのを見抜く洞察力や、ノイマンでも回避できないほど、正確にローエングリンを発射する優秀さ。無理を無理ということくらい、誰にでもできますよ。それでもやり遂げるのが優秀な人物。など、本質をついた発言から伺える敏腕ビジネスマンぶりから、アズラエルを直属の上司にしたいと考える方も多いようです。ちなみに、シードデスティニーで登場したアズラエルの後釜であるジブリールは、部下を見殺しにして自分だけ逃走するなど小物らしい描写が多かったため、絶対上司にしたくないと答えている方の数が圧倒的でした。5. イヨク・クジャン。次に、鉄血のオルフェンズから、ペシャンコウ、元イ・クジャンコイことイヨク・クジャンです。意欲を上司にしたくない理由は、無能な働き者。この一言に尽きるでしょう。まず、意欲は、クジャン家当主でありながら、自らモビルスーツに乗り、戦場へと赴きます。トップの人間が命を懸けて最前線に立つと言えば聞こえはいいですが、意欲は、致命的なほど、モビルスーツの操縦が下手で、三日月からは、避けた方が当たりそうと言われるほどのクソエイムぶりを披露しています。そして、クジャン家に支える者たちは、意欲を死なすわけにはいかないため、その身をかけて、無謀にもモビルスーツで出撃する意欲を守らなければなりません。そのため、ハシュマル戦では、相手の力量も見極められず、ハシュマルへ挑む意欲を守るため、死ななくても良い兵士が次々に死亡しました。もちろん、兵士たちも、普段から意欲を制止しようと苦労しているのですが、思い込みが激しく、強い正義感の持ち主であるため、全く部下の言うことを聞きません。また、クジャン家の当主であるにもかかわらず、モビルアーマーに関する知識を持ち合わせていなかったため、ハシュマルを目覚めさせ、火星に甚大な被害をもたらせてしまいました。その後、鉄火団のハシュマルを破壊するための作戦を意図せず妨害したり、意欲の尻拭いをした鉄火団を利用して、独断でテイワズを摘発し、ダインスレイブまで使用するなど、視聴者の気分も逆なでし続けます。そして、行き過ぎた独断行動を、マクギリスの革命に利用されたことで、ラスタルエリオンから謹慎処分を下されるなど、部下だけでなく組織にとっても、非常に迷惑な存在となっていました。ラスタル陣営が最後まで生き残ったことで、視聴者のイライラもマックスになる中、グシオンの手で、
最後にぺしゃんこに潰されたことが唯一の救いと捉える意見も多く、さらに潰される際の断末魔の叫びが中の人の演技力の高さも相まって印象強く、ぺしゃんこうという異名で呼ばれるようになりました。最後は自ら敵に名前を名乗ったことで明宏の戦意を高めてしまい、自分の死因を作ることになった無能な伊奥様ですが、それでも九ジャン家の当主として君臨できるのは部下に強く慕われているという点にあります。実際伊奥が謹慎していた時には40人もの部下が伊奥の謹慎を解いてもらえるようラスタルのもとへ嘆願しに訪れていました。無能でも人望があれば組織が成り立つということを表しているのではないでしょうか。ただ視聴者からすれば家の名前が大きいだけの無能なので、働き者の無能は絶対に上司にしたくないという厳しい意見の方が多く見られました。6. シャアーズナブル。最後にご紹介するのは赤い彗星ことシャアーズナブルです。ジオンズム大君の息子という肩書きと人を引きつけるカリスマ性から一見上司に向いているキャラのように見えるかもしれません。しかし意外とシャアは上司にしたくないという声が多く見られました。シャアを上司にしたくない理由として特に多かったものは配属された部下の死亡率です。これはシャアがガンダムと戦う機会が多いため、必然的に死亡率が向上しているのも関係しているでしょう。ただそれを考慮してもシャアのせいで部下が死んでいるように見える描写が多々見られます。例えばジャブロー侵攻の際に隠れる気のない真っ赤な軍服と非対色で基地に突入した結果、連邦軍に見つかり部下を死なせてしまっています。ちなみに漫画ガンダムさんでも赤花たちからシャアの軍服が目立ちすぎるから見つかったと怒りをぶつけられるシーンが見られます。またジャブロー降下の際に連邦からの攻撃を避けたことで後ろにいたズゴックが撃墜されています。ガンダムとの初交戦でもガンダムが装備している未知の武器に恐怖しているスレンダーに対して当たらなければどうということはないと言い放ち援護させた結果、案の定スレンダーはビームライフルに撃ち抜かれ死亡しました。ネタ的な解釈をするのであればこのシーンでシャアはガンダムの性能に動揺しており、当たらないという自信もないまま半ばやけくそ気味に部下を奮い立たせるセリフを言い放ったように捉えることもできます。また逆襲のシャアではアムロとの決着を優先してサイコフレームなど組織の機密を勝手に提供したり、組織よりも市場を優先してアムロと戦った挙句負けて捕まるなど、自身が率いる組織に対する責任を持っているようには全く見えません。そのため部下の命に責任を持たず一人だけ生き延びるパワハラ上司として嫌いという方も見られました。またシャアはジオンズム大君の血筋から争いを呼び寄せてしまう体質があります。シャアを後ろ盾にジオン復興を目論む人間に担ぎ上げられることが多く、仮に戦争終結まで生き延びたとしても次の争いの火種になってしまう傾向があります。そのためシャアは生きている限り争いを呼び寄せるから上司にしたくないという声も見られました。ただ死後もシャアの名前を利用する人間は現れていたので、生きていようと死んでいようと死を呼び寄せる、ある意味呪いのような存在と化しています。それが原因なのか、ジョニー・ライデンからもあんたからは争いの匂いしかしないとあからさまに毛嫌いされていました。ただクワトロ時代は復讐のために部下すら犠牲にしていた一年戦争時代とは違い、部下の犠牲を最小限にしようとするなど比較的まともになっています。そのためクワトロ時代はまともだった、天才肌だからまともなアドバイスができなかったのかもといったフォローも見られます。またシャア自身はパイロットでいたかったのに対して周りからは指導者であることを求められていたことから、向いているけどやりたくない仕事を押し付けられて苦しんでいたと同情する方も見られます。ガンダムのライバルがゆえに仲間たちが死んでいくということで、シャアの部隊に配属されると撃墜されるフラグが立つのは物語的には仕方がないと思われるものの、実際にシャアの部下になるには勇気がいりそうです。ということで以上、上司にしたくないキャラ6選でした。その他に上司にしたくないキャラとして挙げられていた人物としては、まず機動戦士ガンダムのリード注意。作中ではホワイトベースのブリッジに何もしないのに居座りヒステリーを起こしブライトに迷惑をかける無能上司キャラでしたが、小物な上ただ無能というインパクトの薄さから意外と票数は少なくなっていました。続いてシードデスティニーからユーナロマセイラン。
かがりとの政略結婚を無理やり進めたり、戦闘においては一切役に立たない上に、負けたら他人の責任にするなど、清々しいほどのクズキャラです。ただ、他のキャラのインパクトが強すぎたせいか、意外と票は集まらず。次に、クロスディメンション0079に登場するノクトガディッシュ。ゲームキャラなので、知名度は低いかもしれませんが、ピクシーは、エリートが乗るべき機体、クズは、クズなモビルスーツを使えばいいという持論で、ボルクくらいに対して、ガンダムピクシーの使用許可を出さなかったり、ピクシーを無断で使用したボルクくらいに靴を舐めさせるなど屈指のクズ上司です。挙句の果てに自分たちを守ろうと戦ってくれているピクシーとボルクを見捨て自分だけ撤退するなどとんでもないクズキャラです。そして最後にガンダムシードのウィリアム・サザーランド。コーディネーターであるキラがストライクを扱っていることを快く思わず、アークエンジェルへの補給や増援を送らず、わざと孤立無援の状況に陥れていました。また、ザフトによるアラスカ侵攻の際には、サイクロプスを利用して、友軍ともどもザフト軍を壊滅させるなど、戦争に勝つためなら、兵士の命を簡単に使い捨てる非常さを持っています。ただ、中盤以降は、アズラエルの陰に隠れていたため、どうしても名手王と比べるとインパクトに欠けていたのかもしれません。このように、ガンダムシリーズには、多くのクズ上司が登場しますが、ガンダムユニコーンのナイジェル・ギャレットが言うように、組織では、上がアホでも下は信じて従うだけとなります。そのため上司ガチャに失敗した兵士は上司に振り回されて命を落とすしかありません。私もかつて働いていた会社では上司に殴られたりもしていましたが、厳しく統制するのであれば自分に厳しく責任を持って行動できる上司であってほしいですね。皆様はどんな上司のもとに配属したいですか？ぜひコメントで教えていただけたら嬉しいです。今回は以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただけたらとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。